空中哲学チャンネルへようこそ。今日は過去の伝統的な認識論の盲点と、それが生み出した対立を打ち破る入識論の展開についてお話しします。はい、よろしくお願いします。ちょっと想像してみてほしいんですが、あなたと、親友が全く同じニュース記事を読んでいるとしますよね。よくある状況です。なのに、読み終わった後、2人は正反対の事実を受け取ってしまって、激しい口論になってしまう。最近の SNS なんかでも本当によく見かける光景ですよね。そうなんです。もし私がどちらも間違っていないし、そもそも誰がも認めるべき客観的な事実があるっていう考え方そのものが社会を壊している原因だと言ったら、あなたはどう思いますか？それはかなりハッとする問いかけですね。ですよね。今日は情報過多や終わらないイデオロギーの対立に疲れているあなたに向けて、世界の見方を根本から変える資料を深掘っていきます。タイトルは虚中心化知識論、日本語では非中心化認識論とも言います。今日はこの論文の著者陣を代表して、私たちという視点から理論が生まれた背景や実践的な意味をたっぷりとお話しできることを嬉しく思います。よし、これを紐解いていきましょう。今日のミッションは、伝統的な中心化された知識がいかに私たちを傲慢にし対立を生んでいるのかを知ることです。はい。そして知識をただ学ぶ段階から世界に目覚める段階へと引き上げる新しいフレームワークをあなたにお届けします。早速ですが、なぜ私たちが信じてやまない客観的な事実という考え方を論文では問題視しているんでしょうか？そうですね。西洋の伝統的な認識論、例えばアリストテレスが観察される客体を中心としたり、はい。カントが観察する私たちの理性を中心としたりしてきましたよね。つまり、哲学は常に何かが中心にあるという前提で発展してきたんです。絶対的な真理がどこかにあるってみんな信じてきたわけですね。それがまさに私たちが学校で教わってきたことじゃないですか。自分の主観や感情を交えずに客観的な正解を見つけなさいと。そうですね。テストでも常に正解は一つでしたから。でもそれがなぜ現代の分断や疲れにつながるんですか？理性を万能として知識を誰もが認めるべき客観的な所有物として扱ってしまうとですね、はい。その知識は他人を攻撃する武器に変わってしまうからなんです。武器ですか？私が持っているこの知識こそが客観的で真理だ。だから、それと違う意見を持つあなたは間違っている。ああ、なるほど。SNS の論争そのものですね。この中心化された知識論こそが人類の傲慢さを生んで終わらない対立を生み出している根本原因だと私たちは考えているんです。だから論文の冒頭でニーチェの言葉を引用されていたんですね。はい。サラトゥストラはこう語ったから月と太陽の比喩を引用しました。冷たい月と燃える太陽の対比ですね。ニーチェは冷酷で客観的な知識を月に例えたんです。月は自ら光を放たず、泥をかぶることもなく、安全な場所から無傷で公平なふりをして世界を見下ろしている。それが客観的で冷静な知識の象徴と。そうです。一方で、太陽は自ら熱を発して対象と激しくぶつかり合いながら新しい生命を生み出す創造的な知識を象徴しています。なるほど。これまでの私たちは知識を美術館の冷たいガラスケースに入った展示品のように扱ってきたわけですね。触らないで距離を置いて観察しなさいと。でも本当は一緒に料理を作るための熱い火のように自分と対象が混ざり合って何かを生み出すものであるべきだと。まさにその通りです。でもどうやってその冷たいガラスケースを打ち破るんですか？そこで私たちが用いたのが全く異なる2つのアプローチの統合なんです。一つはガダマーの哲学的解釈学。はい。もう一つはニクラス・ルーマンのシステム理論です。哲学と社会学の巨人を掛け合わせるわけですね。ちょっと専門用語が難しいそうですが、順番に教えてもらえますか？もちろんです。まずガダマーの理論で一番重要なのは全見、つまり偏見の再評価なんです。偏見って普通は排除すべき悪いものとされますよね。でも彼は人間である以上、自身の歴史や文化、経験という全見なしに何かを理解することは不可能だと言い切ったんです。つまり真っ白なキャンバスにはなれないと、自分がこれまで生きてきた経験っていう色のついたサングラスを絶対に外すことはできないってことですね。はい、まさにそれです。例えば、15歳の時に読んだ名作小説を40歳になってまた読んだとしますよね。全然違って感じますよね。本に書かれている文字、つまり客観的事実は全く同じなのに、受け取る意味は劇的に変わる。
それはあなたの人生経験という前見が変化したからです。なるほど。理解とは客観的事実の読み取りではなくて、私たちの前見という視界と対象が持っている歴史的な視界が出会って混ざり合う視域融合という動的なプロセスなんです。視域融合。自分のサングラスの色と相手の放つ光が混ざり合って初めて新しい景色が見えるようなイメージですね。その通りです。じゃあもう一つのルーマンのシステム理論はどう関わってくるんですか？ここからが少し飛躍するんですが、ルーマンはシステムと環境という図式を使います。私たちはこれを擬人化して当てはめたんです。擬人化？はい。すべての対象、例えば一冊の本、一枚の絵画、あるいは数学の数式でさえも語る能力を持つシステムだとみなすんです。ちょっと待ってください。本はともかく数式が生き物みたいに語りかけてくるってことですか？ええ、これを二重の偶発性と呼びます。人間が本や数式に向き合うとき、実は一方的に情報を吸い上げているのではなくて、お互いに相手が何を言おうとしているのかを探り合っているんです。それって日常で言うとスマホのメッセージアプリみたいなものですかね？と言いますと、友人から分かったって短い返信が来たとき、それが怒ってるのか、忙しいだけなのか、こっちは必死に文脈を探るし、相手もこちらの次の反応を待っているような、探り合いですか？非常に素晴らしい例えです。その探り合いの中で、お互いの意味のフィルターがカチッと噛み合う瞬間があるんです。はい。それを共振、専門用語では構造的カップリングと呼びます。離れた場所にある2つの音差の片方を叩くと、もう片方も同じ周波数で鳴り始める現象に似ていますね。ああ、理科の実験でやったあれですね。そうです。この共振が起きた時に初めて、私たちの間に知識が生まれるんです。ということは、この配信を聞いているあなたが難しい本を読むとき、相手の情報を USB メモリーみたいにダウンロードしてるわけじゃないんですね。違います。私のこれまでの人生経験と本が持つ背景が音差のように共鳴し合った紹介に私だけの真実が立ち上がる。知識って本の中にあるわけでもなく、私の頭の中にあるわけでもなく、その間に生まれるんですね。まさにその通りです。この間に生まれるというメカニズムを理解すると、論文の心臓部である非中心化認識論の4大特徴が見えてきます。ここからが本当に面白いところですね。ガラスケースが割れて中心がなくなった世界、どんな特徴があるんでしょうか？はい。まず第一に、接主体中心化、主体の非中心化ですね。そして第二の接客体中心化、客体の非中心化が同時に起こります。主体と客体が同時に中心から外れる。私たち人間は知識の支配者ではありません。自分が育った環境によってたまたまその視点を持つようにフィルターをかけているに過ぎないんです。なるほど。同時に観察される事物、つまり客体も固定された客観的事実ではありません。私たちの視点が変われば、見つめられている対象の意味も変わってしまうからですね。そうです。そこから必然的に第三の特徴、虚知識中心化、知識の非中心化が導かれます。知識そのものも中心ではない。はい。知識とは、どこかにある絶対的な真理ではなくて、特定の状況下であなたと対象が共振したときに一時的に現れる意味の構造に過ぎないんです。でも絶対的な正解がなくて、全てが一時的なものだとしたら？そこで第4の特徴につながるんです。最後が距離性中心化、理性の非中心化です。真の理解は純粋な理性や論理だけでは得られないということです。ちょっと待ってください。そこは本気で反論させてください。はい、どうぞ。ビジネスでも科学でも感情を排して論理的に、つまり理性的に考えることが正しい知識への道だって教えられてきましたよね。理性を中心から外したら、私がそう感じるから真実だっていうただの感情論になりませんか？その懸念は非常に真っ当です。多くの方がそこでつまずくんですよね。でも誤解してほしくないのは、私たちは理性を捨てるとは言っていないということです。ルーマンの枠組みで言えば、理性は思考システムを矛盾なく動かすための機能として非常に重要です。機能としては必要だと。はい。しかし、それだけでは新しい視界は開けないんです。真の理解に至るには、まず未知の対象を受け入れようとする感性が必要です。感性、つまりきっかけですね。そして何より自分が固く握りしめている前見、つまり偏見を一度手放して、自己を空にする意志が同時に働かなければならないんです。偏見を手放す意志。古代ギリシャのソクラテスが知識即得法といったように、
知ることは頭の中の計算じゃなくて、感性も意志も含めた全人格的な行為なんです。理性にだけ王座を与えてはいけないというのが理性の非中心化の真意です。なるほど。計算機のように論理を回すだけでは自分の偏見の枠組みからは絶対に出られないわけですね。その通りです。自分は間違っているかもしれないって手放す意思があって初めて新しい知識と共振できる。いやー、これは深いですね。ええ。では、主体も客体も理性も主役から降りた後、そこで生まれる知識って一体どんな姿をしているんでしょうか。リスナーが明日からニュースを見るときにどう役立つのか知りたいです。これを私たちは知識が持つ6大特性として整理しました。6つですね。教えてください。まず、この非中心化された知識には必ず偏派性、つまり偏りがあります。誰の視点も経ていない、無菌質で作られたような無色の知識は存在しません。絶対に誰かのフィルターがかかっていると。はい。そして2つ目、状況や時代が変われば意味も変わる動態性を持ちます。ダイナミズムですね。変化性があって常に変化し続ける。なんだか足場がグラグラして不安になりますね。もう何も確信のことなんてないじゃないかって。そこが重要なんです。対象の解釈は決して完結しないという3つ目の無人性、終わりがないことを持ちますが、だからといって虚無主義に陥ってはいけません。どうせ真実なんてわからないと諦めちゃダメだと。ええ。そこで4つ目の肯定性が現れます。肯定性ですか？はい。完全な真理にはたどり着けれなくても、今あなたと世界が共振して得た、その偏った不完全な知識を、ひとまず今ここでの真理として肯定して受け入れるんです。ひとまず受け入れる。そうしないと次の5つ目の実践性につながらないからです。知ることと行うことは切り離せません。なるほど。これを聞いているあなたにとってこれは信じられないほどの解放ですよ。と言いますと、変張っていることや終わりがないことが知識のデフォルトなら、全てを完璧に知らなければ発言しちゃいけないとか、絶対に間違えてはいけないっていうプレッシャーから完全に自由になれますよね。まさにその通りです。今の不完全な理解を肯定して恐れずに実践、つまり行動に移せばいいんです。それが学ぶ段階から世界に目覚める段階へのシフトなんですね。ええ。そして最後の6つ目の特色が平等性です。すべての知識、すべての事物は、それぞれが独自の全体の哲学を語っているという点で根本的に平等なんです。まあそこから引き出される意味の深さに違いはありますが。その平等性、すごく気になります。でも全ての事物が全体の哲学を語っているって、例えば道端に転がっている石ころにも哲学があるってことですか？はい。さすがにそれは飛躍しすぎじゃないですか？ここだけ少し置いてけぼりになりそうです。奇妙に聞こえるかもしれませんが事実なんです。そこで論文の最後で提案した反抗哲学肯定、リバースフィロソフィカルエンジニアリングという実践方法が生きてきます。リバースエンジニアリングの哲学版みたいな感じですか？ええ。私たちは一輪の花、道端の石、あるいは仕事の企画書など、あらゆる事物を3つの視点から同時に分析するんです。3つの視点ですね。1つ目が知識性。これはプロセスや媒介、つまりどのように作られ機能しているかというエンジニアリングの部分です。ふむふむ。2つ目が倫理性。これはこちらの騎士、つまり現実です。その対象が現実の社会や人々に対してどんな実践や行動を求めているか。現実への影響ですね。そして3つ目が啓示要性。啓示助性とも言いますが、これはあちらの騎士、究極の目的です。究極の目的。はい。それが最終的にどんな理想の世界や究極の形を指し示しているのか。これをリバースして逆算して探っていくんです。まだ少し抽象的ですね。例えば、リスナーが今まさに通勤電車の中でスマホを見ているとして、そのスマホの掲示上性ってどういうことですか？良い例ですね。スマホの知識性は通信規格やアプリのプログラミングといった技術的な仕組みです。はい、そこはわかりやすいです。そして倫理性はいつでも連絡が取れることで私たちの行動や働き方をどう変えたか。現実への作用ですよね。確かに働き方は激変しました。では、形上性は何か。それは単なる便利な道具ではなくて、全人類の知識とつながりが常に個人のポケットの中にあるべきだという、ある種の究極の哲学やイデオロギーを体現していると言えるんです。なるほど。私たちは単なる機械を使っているんじゃなくて、その裏にある思想そのものに参加しているんだ。これ、ルービックキューブを一緒に回しているような感覚ですね。
ルービックキューブですか？例えば、会社で企画書っていうキューブを渡されたとき、青い面の知識性だけを見て、予算やスケジュールは完璧だ、よし、で終わらせることもできるじゃないですか。はい、そうですね。でも、手でガチャッと赤い面の倫理性に回してみると、この企画は誰の痛みを解決して、人々にどんな行動を促すのかが見えてくる。さらに黄色い面の形女性に回すと、この企画が実現した果てにどんな理想の社会を作ろうとしているのかが見える。この3つの面をキューブを回すように同時に見つめるということですよね。完璧な比喩です。私たちが言いたかったのはまさにそれなんですよ。これをルーマンの言葉で2階観察と呼びます。2階建ての2階ですね。そうです。システムが他のシステムを観察している様子をさらに一段上から観察する。単なる情報を処理するのではなくて、この企画書を作った人は世界をどう切り取って見ているのかを観察するんです。なるほど。道端の石であっても、なぜこの石がここにある意味を自分は今見出そうとしているのかと自分の前に気づくことができる。これを行うことで、私たちは自己の盲点を知って他者と深く思惑を融合させることができるんです。これを意識するだけで世界がものすごく立体的になりますね。ガラスケースに入った冷たい事実を暗記する作業から、対象と対話して共に哲学を作り上げる作業に変わる。これをですね、全体像に結びつけて考えてみてほしいんです。はい。私たちは情報型で分断された社会に生きています。誰もが自分の持つ中心化された知識の正しさを主張して他者を攻撃している。毎日見かける光景です。しかし、もし私たちが知識とは偏りがあり、動的で互いの共振によってのみ生まれるものだと心から理解すれば、他者の異なる意見もまた彼らなりの環境との共振の結果だと肯定できるようになりますよね。対立を無理やり終わらせるのではなくて、対立そのものの構造を解体して対話の余地を生み出すわけですね。この虚中心化知識論は単なる学問的な理論ではありません。他者と共存し、絶え間なく変化する世界を生き抜くための新しいレンズなのだと私たちは考えています。今日からあなたの周りの世界は少し違って見えるはずです。もし道端の石も、今あなたが手の中でお使いのスマートフォンも、あるいはあなたに答えを返してくる AI からの出力テッカでさえもが、それぞれ独自の全体の哲学を語りかけているとしたら、今あなたが最も注意を払うべき相手は一体どんな哲学をあなたに伝えようとしているのでしょうか。ぜひあなた自身のマイミというサングラスを意識しながら耳を傾けてみてください。ぜひ試してみていただきたいですね。感謝人の商店、She won't want this right here both from information and inspiration next time。台湾のリスナーの方にも届くように、最後はあえて原文のままお伝えしてみました。お聞きいただきありがとうございました。この記事があなたのお役に立ち、何かのインスピレーションになれば幸いです。それではまた次回。